はい、どうも、こんにちは。今回はですね、撮影機材のお話になるんですけど、撮影現場とかイベント会場などで便利なワイヤレスインカムについてね、お話をしていきたいと思います。以前ね、ワイヤレスインカムってアクスンさんのコモというモデルをレビューしているんですけど、今回はこちら、新興様からお声掛けいただきまして、新興 X トーク X Pro 5というですね、インカムをご紹介したいと思います。今回ですね、新興様から許可をいただけておりますので、今使用しているこちらのアクスンコモとの比較なんかもやっていきたいと思います。まずざっくりですね、この新興 X トーク X Pro というモデルについて概要をお話ししていきますと、2.4GHz 帯の周波数を使った最大 500m の通信が可能なワイヤレスインカムとなっていまして、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載するなど、クリアな音質で通信ができるというモデルになっています。で、今回は、よいしょ、5セットのモデルを送っていただけているんですけれども、最大なんと13台のペアリングが可能になっていまして、大人数での通信っていうのも対応していますね。で、5セット以上からこういった専用ケースがついてきまして、で、中に関しても、こんな感じで、一つ一つね、収納袋があります。で、付属品はですね、カバン用のやつと、各種ケーブル類と、あと、充電器ですね。バッテリーチャージャー。あとはこれ、指のね、イヤークッションとかがついてきていますね。中身はね、こんな感じで、1台の親機と、あと4台の子機がね、入っておりますね。こんな感じで。青色の方が子機になりますね。もうね、自動でペアリングかけてくれて、一瞬でペアリングね、完了します。で、もうデザインはね、すごくシンプルでして、片身にね、これかけるような感じになっています。アンテナがここ2本出ていまして、ちょっとね、ここ存在感はありますね。また頭の大きさに合わせて調整もこうやってすることができまして、この幅に関しては、だいたい4センチぐらいですね、調整することができます。インターフェースはここに電源があるのと、あと側面にボリュームの調整ボタン、あと A と B のボタンがありまして、A はペアリングのオンオフでして、この B がね、ANC のオンオフを操作することができます。長押しすると別の機能が動作しちゃいますので注意してください。で、マイクはね、コンデンサーマイクが搭載されていまして、口元に傾けるだけでマイクがオンになりまして、縦に戻すとミュートになるという機能もあります。と USB Type-C のポートと、あとイヤホンジャックの 3.5mm のポートが用意されています。で、これでカメラと接続して音声をね、モニタリングするっていう機能もありますので、とてもね、便利かと思います。はい、ということで、ここからはですね、実際にアクスンコモとの比較をね、していきたいと思います。スペック表的にはこんな感じになっていまして、伝送距離とか最大接続数なんかはですね、単純に比較していくと、X トーク X Pro の方がコスパも含めてね、いい結果になっているかなと思います。で、ANC と ENC はね、環境によって良し悪しが変化するかと思いますので、そこは、ね、一旦フラットに考えてます。で、ポイントはやっぱりね、周波数帯でございまして、どちらも一長一短ではあるんですけど、新興 X トーク X Pro 5はこれね、2.4GHz が使われているんですよ。で、2.4GHz 帯って、Wi-Fi とか Bluetooth とか、もういろんなね、多くの機器で使用されている帯域のため、イベントなどの多く人が集まる場所では、ちょっと混戦して動作が安定しない時があるっていうね、ちょっとデメリットがあったりします。人が少ないロケ現場とかでは関係ない話にはなるんですけど、個人的には周波数はね、この 1.9GHz の方が優位性があるのかなというところで一旦判断してます。でもこうしてみると価格に結構やっぱ差がありまして、こっちの新興の方がね、5セット約8万円ほど。で、アクスンコモが5セットでだいたい14万円ほどとなっていますので、その辺の差っていうのは結構大きな違いかなとは思いますね。赤くしている数的にも、結論出ているようには見えちゃってるんですけれども、どうしてもやっぱスペック表だけではわからない部分もあるかと思いますので、そちらもね、比較していきたいと思います。比較する項目は大きく分けて3つの観点でやってみたいと思っていまして、1つが付け心地、
で2つ目が音質、あと使いやすさですね。こちらを比較していきたいと思います。でもこの辺に関しては自分の主観になりますので参考程度にしていただきたいんですけど、まずね、付け心地に関してはおおむねそんなに差はないかなと思いました。細かい部分でいくとクッション性の部分はこのねアクスーンコモの方がこっちのクッションが分厚くってこっちちょっと硬いんですよ。こうふかふかでこの付け心地良かったんですけど、ただね質量の差、重量ですね、ちょっと重さねやっぱ感じまして、長時間だと疲れやすいかなと感じる部分がありました。その点軽量な Xtalk X Pro はですね優れているんですけど、ただやっぱりそのクッションとかビルドクオリティの質感とかの面はねちょっと簡素かなと思う部分もあってですね、なんでそういった面で調整箇所とかなんていうんですかね、このクッション性、この辺に関してはアクスンコモの方が優れているなと思っているんですけど、さっき言った重さとかそういった面で言うと一長一短かなという部分が正直な感想になります。でまたマイクの音質についてなんですけど、大体ね同じ位置にマイクを設置して実際の音声を録音してみました。なのでちょっと比較して聞いていただければなと思います。ではね音声チェックしていきたいと思います。今ね別の部屋に移動してます。ちょっとドアをね2枚ぐらい挟むんで障害物は多いんですけど、どんな感じで聞こえていますでしょうか。これが今 Xtalk X Pro で収録しております。音声の方はいかがでしょうか。で、外に出た上でノイズキャンセリングオフにしてみますね。ノイズキャンセリングオフにするとこんな感じで、どうでしょう、ノイズ聞こえますかね。こんな感じの環境音が入ってますね。今オンにしてます。先ほどと環境ノイズはねどれくらい減ってますでしょうか。今回はアクスーンコモの方で音声はね撮っています。どんな感じで聞こえていますでしょうか。ちょっと動きながらね撮っているのでどんな感じで聞こえているかまだねこっちは分かっていないんですけど、音質の方はいかがでしょうか。でさっきと同じようにねちょっと外も出てみましょうか。こんな感じで音声の方はどうでしょうか。音質の方はいかがでしょうか。今ねノイズキャンセリングオフにしました。環境音はどんな感じで入ってますでしょうか。こんな感じですね。はい、ではねオンにしてみます。はい、今ねノイズキャンセリングオンにしました。音質にどんだけ差がありますでしょうか。戻ってみましょう。はい、ということで今ね実際聞き比べて比較してみたんですけれども、マイク性能というか音質に関しては若干ねこの新興 Xtalk X Pro の方が良いかなと感じました。ノイズとか声のこもり具合がね比較的少なく感じまして、クリアに聞こえる感じがしましたね。とはいえアクスンコモについても決してね音質が悪かったわけではなくって音声での受け答えはね問題なくできるレベルですし、あえて比べるならといった感じではありましたね。あとノイズキャンセリングについてはどちらもね結構ノイズを抑制してくれていてかなり実用的に感じました。で最後にね使いやすさの部分なんですけど、充電に関してはねちょっとだけ気になる部分もありまして、 Xtalk X Pro のバッテリーチャージャーはこんな感じになっていまして、一度にね2本充電することができまして、これをカチッとはめる感じですね。2本以上一緒に充電したいってなった場合はこのバッテリーチャージャーをこうやって2個3個と増やしていく必要がありまして、その分ね USB のこの Type-C のケーブルの準備っていうのも必要になりますし、5セット一度にね充電するためには3つのチャージャーに挿すことになりまして、結構ねかさばるかなと思いました。電池持ち自体はいいので現場でね充電する機会っていうのは少ないかなとは思うんですけれども、少しね気になる部分という感じでしたね。はい、その点アクスコモに関しては電池タイプのバッテリーになっていまして、この1つのチャージャーで台数分の充電がね可能になります。でケーブルも1本で済みますので、
この辺はね、こちらの方が使い勝手、いいのかなというふうに思いましたね。充電以外の使い勝手に関しては、フリップミュート、さっき言ったこのマイクの向きでミュートオンと切り替えることができる機能はどちらも対応していまして、大きな違いはないんですけれども、モニタリング用の 3.5mm のポートが XTalk X Pro の方には用意されていまして、やっぱ動画撮影中に音声のモニタリングをこのインカムで聞きながら撮影できるっていうのは優れてる部分だなと思いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。一応それぞれまとめておきますと、コモはね、少し価格は張るんですけど、1.9GHz 帯の周波数で、イベントとか人が多い場所での使用も混戦しにくい仕様となりまして、そういった撮影の用途におすすめできるインカムだと思います。一方ね、スペック面やコスト面っていうところで見ると、やっぱね、この新興さんの XTalk X Pro に関してはすごく優位性があるかなと思います。野外での撮影なんかとかではですね、十分性能を発揮できると思いますし、あと動画撮影向けの機能や、設計っていうのがね、とても良いなと感じました。定期的に Amazon などでセールもしておりますし、比較的安価に高性能なインカムをお探しの方っていうのは、ぜひね、こちらいいと思いますので、チェックしてみてください。こちらのチャンネルね、こういった撮影機材のお話でしたりとか、あとデスク周りのガジェットなんかをご紹介しているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。